この小説は伏線をうまく回収できているとか意味ないです。意味ないことないじゃない。つまり書くべきことだけ書いてあることが小説なんですよ。いやー、僕も目から鱗でした。面白くないですか？面白い。コンスケポンタの人間っていいな。人間の皆さんこんにちは、コンスケです。ポンタでございます。今回もよろしくお願いいたします。はいですね、はい、デザイン思考って前やったじゃないですか。やりました。面白かったです。本当ですか？はい、ありがとうございます。あれでですね、結論出たでしょ？人間が商業的に何かを生み出すとき、それは全てデザインであると。はいはい、やりましたね。でそのデザイン作業における恒久的な絶対の目標は何でした？最適化。正解。最適化でしたよね。そうです。デザインのセンスがいいとかっていうのではなくて、おしゃれとかそういうのじゃなくて、デザイン次なのね。それはそう、デザインがいいっていうのはこの最適化されたものっていうこと。そうなの。大前提これなの、骨組みは。で最適化に向けた取り組みをクリエイティブというと。でしたね。そうですよね。つまりこれは裏を返せばですね、どのジャンルのクリエイティブ手法を学んでも商業的な観点においては全て最適化への道なわけですよ。はあ、どのジャンルでも同じことなんだ。そう、向かう先はメッカなわけです。それが最適化なわけですよ。はあ、なるほど。そう、その生き方がジャンルによってちゃうと。それは作るものがちゃうからね。はい。でもですね、最適化への道同士。最適化への道同士。最適化への道があるわけです、ね。違うルートがいっぱいある。その同士、ね、ジャンルにおいてのルートがいっぱいあるわけです、ね。同じ山登ってるけど、違う道から登ってるわけです。富士山みたいな。そう。何々口何々口があるわけだね。それはジャンルによって違うわけですね。はい。で、その最適化の道同士ね、は大体可能である可能性が高いんじゃないか。つまりこっちのジャンルやけどこっちの道も意外に使えるんじゃないかと。なるほど。だって向かう先一緒やねんから。この道が使ってるやり方、こっちの道でもそれ使えるんじゃないの？登り方は一緒ということ。そういうことなの。はい。でその具体的な登り方も実は使えるんじゃないかということなんですよ。そう。じゃあデザイン以外にもこの最適化、使えるわけですね。そういうことなんです。で今回は大体可能かもしれないあるジャンルから学んでその手法を自分への最適化への道の杖として使ってもらおうじゃないかと。はあ、面白そうですね。はい、そういうことです。で今回の本ちょっと紹介させていただきます。はい、こちら小川聡さんの言語化するための小説思考。はあ、小説ですか。これ見てる皆さんね、あれ何小説の書き方の指南書みたいな。私そんな小説とか書く予定ないけど、思うと思うんですけど、違うんですよ。違うの？はい。小説の書き方を探求していったら、クリエイティブの手法が学べるという画期的な本なんです。分かった。さっきこっちゃんが言った通りに、それは違う分野でも使えるっていうことなんだ。そういうこと。それがいっぱい入ってる。それを例えば小説で説明しますよ。言語化しましょうってことね。そういうことです。なるほど。で、実際ね、ちょっとこの方をまず紹介しますね。はい。小川聡さんはですね、小説家なんですけども、1986年生まれ、東大の大学院に行った後に、2015年にね、早川の SF の大賞を取ってます。それでデビュー。すごいね。はい。で、その後も SF 大賞とか取って、で、2023年に直木賞を取ってます。直木賞作家ということですよ。その人が小説を通してクリエイティブを考えてくれてる本なんです。はあ、若き秀才ですね。そう。で、私がね、ちょっと今言ったことを、この人が本のコメントで同じこと言ってたんですよ。というと？というのもね、本人のコメントなんですけど、ちょっとそのまま抜粋しますね。この本を読んだからといって、小説の書き方がわかるわけではないと。小説家が小説について考えてきたことを人生にどう生かすか、あなた自身でぜひ見つけてほしい。はいはいはい。だから応用してほしいってことなんですよ。
そういうことですよね。全く一緒のこと言ってますね。そういうことです。今回はこの本を読んでの興味深い気づきとですね。はい。で、まあキーワードを抜粋しましたんで、はい。そのキーワードになぞらえて、持論を交えてご紹介していこうということですね。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ一つ目のキーワードいきます。はい。小説法。小説法ってなんだ？初めて聞いた。私も初めて聞いたんですよ。これ法っていうのは、方法の法。法律の方なんです。実は法律か。はい。小説の法律ってこと？そういうこと。まあルール、戒律みたいな。そう。はあ。だ何を正義とするかということですね。で、まあ実はこの小説法っていうのは著者の造語なんですよ。存在しません。だから初めて聞いたんだ。そういうことです。はい。で、これは何を言ってるかというと、作者及び読者が小説を読むにあたって正義とするものです。正解ってこと？そう。だから何を期待して読んでるかってことなんですね。小説は俺をどう面白くさせてくれるかって何を期待してるかってことなんですよ。それは、作者自身にもその法律があるし、読者自身にもその法律を持って読んでるってことなんです。それは全く一緒の法律ってこと？全く違うということなんですよ。違う。一人一人。あ、一人一人。そこが難しいって著者が言ってる。作者も一人一人違うし、読者も一人一人違う。それはそうじゃないですか。例えば純文学書いてる人と、まあこの人ちょっと純文学とそのエンタメ、を切り分けるのはあんま好きじゃないって言ってるんですけど、例えばですよ。ゴリゴリ純文学書いてる作者と、ゴリゴリエンタメ書いてる作者って多分法律違うでしょ。あ、違うね。使う言葉も違うし、手法も違うかったり。例えばストーリーの持っていき方も全然違うと。そうよね。オチないんかいとか全然ありでしょ、純文学。ありますあります。そう。だから純文学ではその法律は通るのに、エンタメでオチないんかいって言われたらもう大批判を受けたりするじゃないですか。なるほど。そう。だから場所によって全然法律が違うわけです。ってことは必然的に読者も違うってことね。そう。読者もエンタメが好きな人もいれば、純文学が好きな人もいるじゃないですか。だから純文学の法律を持って、エンタメを読んだら、大事故が起きる。それはそうだ。そう。それを言ってるんですよ、この人は。だから、ある作者にとっての正義が、読者にとっては犯罪になり、またその逆もあると。なるほどね。そう。つまり、読者として良い本に出会うには、同じ法律の作家に出会うことだって言ってるんです。ああ、それはうまく言ってますね。いや、まさにそうだと思う。そう。だって、口コミレビューとか見ても、いいって言ってたけど自分に刺さらない時だってあるし、逆もしかりなんですけど、いやなんかそれ結局自分に合うか合わないかなんですよね。そうなのよ。いいっていう本は。そう。だからもう自分に合った作家探してくださいって言ってるんですよ。なるほど。どうやって？そう。で、まあだから自分の法律に合ってるかどうかまず試してみることですよ。読んでみて。まず読まないと始まんないね。そう。で、面白いって思ったら多分法律が合ってるんです。同じ法律で生きてるってことですね。で、これは僕の持論なんですけど、その法律を見つけたら、その作者が尊敬する作者も私試す価値ありだと思います。はい。わかります。そう。だからどんどん遡っていくわけです。はいはい。これが思考学でいう古典だ。そう。はい。古典に遡っていって、建築用木材に到達するってことなんですよ。なるほど。いやでもそうですよね。だってその著者の方もそうだったんだろうなって思いますもんね。そうだと思います。だからまあちょっとごめんなさい。私まだこの小川さんの本読んでないんですけど、もし小川さんの本読んで面白いと思ったら小川さんが好きやって言ってる SF 小説家とか読んだりとかすると。小川さんの小説は読んでないってことね。そうなんです。だからまあいやちょっと読みたいんですけどね。すごく面白い本だったんで。そう。だからまあそういうふうにこう遡っていくっていうのがかなりいいんじゃないかなと私は。はい。私自身は思ってます。で私ね実際ね映画も監督で見てるんですよ。あ、そうなんだ。はい。監督でしか探してない。僕誰が出てるかで昔見てた。それはもちろんいい。もちろんいいんやけども、つまり監督で探してるってことはもう同じ法律の中で探してるってことなんですよ。はい。もうあったってことやから。だからこれは小説だけじゃなくてどのエンタメでも言えるってことです。法律家は監督なんです。そっか。まあそれでプロデューサーもそうだし。そう。漫画だってそうですよ。この漫画面白かったらこの漫画家が描いてる他の漫画読むべきですよ。
それあるでしょ、そうそうそう。それが最も効率いいし、最も満足度が高いですね、こっちからしてもね。じゃあそのいい本の定義っていうのは同じ法律を持ってるってことなんですね。そうなのよ。読者も作者も。まああえてね、法律を破いて旅に出るってのもありですよ、もちろん。考えが固まっちゃう可能性もあるから、あえて法律を破るつもりで読むっていうのはいいかもね。なるほど。それはだからこっちが寛容にならないといけない。これがまあ定義ですよね。そういうことです。で、クリエイターにおいてはこれを続けることで自分の法律を養うことにもなるのではと私は思ってます。つまりそれが作家性になるということです。自分は何が面白いと思っていろんなものを読んでるかっていうことを客観的に考えたら、俺が面白いと思ってるのはこれや。じゃあ俺もこういうジャンルのものを作るべきやと。そう思えるんじゃないかということですね。だから結構大事なことだと思います、この法律っていうのは。そうですね。そう自分の法律を知るってことですね。はい。一つ目はそういうことでございました。面白いと思わないものばっかだったらどうしたらいいんだろう。それはまだ自分の法律が探せてないんじゃないですか。どうやって探すんだろうね。でもさ、人生において面白いなと思った経験はあるやん、絶対。それはありますよ。それはもしかしたら具体的なジャンルじゃなくても、例えば、人を騙すのが面白いと思ったとか、なんか、殺人事件が起きて、それに対して考察しているのが俺は面白いと思ったって思ったらミステリー探したりとか。だからそうやってこう、だんだん腰取っていくわけですね。自分の考えを。そしたらいいものに出会えるんじゃないかということですね。なるほどね。いろんな本読めよっていうことですね。それ一回試すしかない。法律を合わせるにも試すしかないということですね。はい。小説法はそういうことでした。よくわかりました。はい。次いきます。情報量。情報量ね。はい。これもね、結構私ね、なるほどと思ったんですけど、著者はですね、文体という言葉が嫌いなそうです。文体。文の体って書いて。例えば、この文体はとてもよくできているとか言いません？言いますよね。非常によくできた文体だとか。文体がいいとか悪いとか、曖昧で意味がないと著者は言ってます。それもさっきみたいな感じで見る人によって変わってくるってことなんじゃない？そうなんですよ。文体がいいとか悪いとかって曖昧すぎると。だって法律が違うもんね。そうなんですよ。ただ文体が文章そのものだと定義するのであれば、最もそこで重要なのは情報量だって言ってるんですよ、著者。これどういうことかというと、ここでね、ここの著者がすごいのは、私例文で小説書きますって言って小説 2,3 個書いてくれるんですね。どれぐらいの長さの小説？ショートぐらいです。だから2ページぐらい書いてくれて、その中で実際確かに読みにくいものと読みやすいものがあるんですよ。へー。で、これ読みにくかったでしょ？これ読みやすかったでしょ？なんでやと思うって言うんですよ。それはね、読みやすくて売れてるのは漏れなくっていうか大体視点人物と主人公みたいな、視点人物と読者の情報量の差を最小化していると。そうだと思った。要はあんまり頭使わない方が読みやすいってことね。同時並行で情報量が進んでいってるその主人公と。そしたらこっちストレスないよね。ない。これどういうことやろ？これどういうことやろ？まだ分かってない。これどういうことやろ？あれ？これどういうことって増えていったら、だんだん読者にストレスが溜まっていくわけですね。分からん。で、エンタメはだからこの逆の読みやすいのが求められてるわけですよ。なんかたまに映画をイメージしたら分かりやすいんですけど、その商業的な映画って一番最初の5分10分でインパクトドーンってあるじゃないですか。で一気に引き込まれるみたいな。でもその純文学みたいな、例えばフランス映画とかだったら、なんかあるワンシーン、もう物語が始まってる途中から始まるようなあるじゃないですか。で次のシーンは全然違うところに行ったり、もしくは時系列が違うかったりとかして繋がんないんですよね。最初の10分とか川歩いてるだけとかそうでもやがてその1時間ぐらい経ってきた頃に、そういうことだったんだって伏線回収してっていうのが面白みになってくるんですよね。それってこっちの忍耐やん。これはポンちゃんの言っていた、ネガティブケイパビリティなんですよ。そうですね。
不可解なことに耐える力。そう、分からないことに耐える力なんですよ。で前私が話した、私の奥さんの知り合いの我慢できない子の話あったでしょ。あったね。そう SNS の話、ショート動画ばっか見ちゃうっていう。そうつまりだからこの著者も危惧してるわけです。エンタメにこれが求められてるのはなんでやねんって逆に突っ込んでるわけですよこの著者は。なるほど、それっておかしくないかって言ってるんですよ、だからそれは話をまとめると読者リテラシーの低下なんです。だからケーパビリティの低下なんです。ね、そうだからこれが問題じゃないかと、問題提起してるわけです。これ結構ね皮肉言っててね、この著者は、どうして読みやすくなければならないのかってこれ文章で書いてて、じゃあ純文学でのあの作家はあの作品はとか言ってるわけですよ。これ裏を返せばいや純文学でも読みやすいやつとかもあるじゃないですかみたいな。なるほどね。じゃあなんでエンタメだけがそれを強要されてるんですかっていうことをこの文章でさらっと皮肉を言っている。まあそうだね。純文学っつっても一重に一つじゃないからね。このいろんな作品がありますから。そうだからまあそういう問題提起をしてたっていう話でしたこれは。なるほど。それを小説2つで対比させて、うまく説明してたってことです。そうだからエヴァンゲリオンとかも、僕情報量を減らした作品やと思う。だからこれってどういう意味やろ、これってどういう意味やろ、これってどういう意味やろってずっと思わし続ける作品みたいな。なるほどね、減らしたってそういうことね。そう、さっき出てきたあの怪物って全然情報ないけどどういうことやろとか、常にそういうことなのよ。なるほど。そうだうまいこと情報量を使ってる作品ってこと。減らしたり増やしたりして、情報量はそういうことでした。次いきます。次はねポンちゃんが、ちょっと言ってくれてたこちらですよ。冒頭。冒頭ね。ここは引きつけるためにインパクトを持ってくる。これ音楽でも一緒ですからね。でこの冒頭についてこの著者も語ってて、著者が言ってることは冒頭で分かることっていうのは良し悪し以前に世界観だと言ってるんですよ。つまり今からあなたをどこへ連れて行ってくれるかってことなんですね。で、重要なのはニーズに合った世界観を成しているかってことなんです。実際冒頭で自己紹介を済ませている、自己紹介っていうのはその主人公がどうであるかとか、この世界観はどうであるかとか、今どこにいるかとかをきれいに済ませている小説は売りやすいんですってやっぱ。でしょうね。営業の人もこの小説は売りやすいって言うらしい。そうでこれね音楽で言うとイントロやと思うんですよ。そうですね。冒頭はイントロですね。でしょ？だから僕たまに聞いてもないのにイントロ2秒ぐらいで飛ばすんですよ。聞いてもないのに？聞いてもないのに冒頭 2,3 秒でも聞かんでよって飛ばすんですよ。そういうことね。っていう行動をしてるんですよ。これを私思い返してみるとイントロの世界観を 2,3 秒で判断してることですね。うるさい曲だとか、ハードロックだいいとか、その 2,3 秒でやっぱ人って世界観を認識するんですよ。確かに言われてみればそうですね。つまり冒頭で蹴られる可能性もだいぶ高いってことなんです。だから冒頭は大事やって言ってるんですよこの人も。なるほどね。でも例えば音楽だったらさ、朝と、夕方晩とかで聴きたい音楽が違うジャンルが違うかったりするじゃない。朝にハードロックうるさいわ、でも日中とかこのドライブしてる時とかは、ガンガンロックなってほしいとか、その状態メンタルによってもこの冒頭のいい悪いっていうのは変わってくるってことだね。そこがまた難しいところだな。そうやね。でこの人は結構自分のエゴサとかするらしいんですけど、その時に例えば「おもんない」とか「おもろい」とか言ってくれるやんか、作者が。そこを気にはするけど、そこを気にしてるんじゃなくてどういう人が読んでるかっていうのをなるべく分かりたいんやって。小説家ってニーズがつかみにくいらしいんだよ。不特定多数が読んだりするから。そっか。だから何歳の大体どういう人が読んでるかっていうのを作者はやっぱ知りたいって。そっか。フィジカルだったら難しいですけど ebook とかだったら誰が購入したとかっていうのは記録されるから。そうやって年齢とか分かんないんですよ。性別年齢。分かんないけど。分かんないやんな。でもその掲
携帯のその情報、個人情報をたどればそういうことも分かるのかな。おそらくこの人はこの文章を書いてくれてるレビューを見ながら、大体何歳ぐらいの、これは女の人かな、30代ぐらいかなみたいな、めちゃくちゃハマってる、そっか、じゃあ30代の女性がハマるんかこの小説はとかを研究してるみたいです。じゃあ次はこういうのも書こう、30代の女性が好きそうなこういうのも書こうとか、もしかしたらエンタメ系の作家からよりニーズを、認知したいんじゃないかな。なんかそういうのも書かれてましたよ。なるほどね。今小説作家ですけど、話の内容はね、僕も音楽に置き換えて話聞いてるとすごい腑に落ちる部分がたくさんある。音楽もニーズ大事だもんね。もちろんそうです。若者が聴いてるのか、お年を召した方が聴いてるのかでまた全然話違うしね。全然違いますよね。使う言葉とかもね。そうそう、だからニーズに合った作品を作ることを考えないといけないとおっしゃってるわけですよ。それはビジネスだったりエンタメ志向の人は大事です。そうですね。エンタメ作家ですから一番大事にしてるとこかもしれないですね。でこれ私ね、ドラマも映画も同じなんですよ。私ほんまなんでマジでって思われるかもしれないですけど、僕映画見に行って冒頭でちゃうなと思ったら僕10分ぐらい帰るんです。映画見に行って、映画館行って、僕見ないで出るんですもん。でもそれはあれか、こんちゃんは監督で作品を見るって言ってたから、監督の次回作どんなんなんやろっていうので一旦見に行こうってなるわけや。監督の方がまだ出る可能性低い。なんでかというと、その法律分かって言ってるから。そっか。そう。題名とか予告だけ見て、これなんか面白そうやなっていう全然知らん監督の作品とか見るとそういう事故が起きたりする。だから全然法律がちゃうかったみたいな。で、法律ちゃうけど、この法律を知ることは大事かもしれないと思って、ある意味我慢してみるっていう場合もあるし、ただ法律が稚拙やっただけみたいな場合もあるやん。これ絶対思うんだよみたいな。そういう場合は出る。すごいっすね。なぜかというと、法律は一辺を通して変わらないんですよ、絶対に。これ私変わったことないんです。そうなんだ。我慢した時期もあった。この冒頭のシーンの世界観で、10分ぐらいでそれが分かるわけや。そう、冒頭が簡潔でセンスあったら絶対に後も面白い。だってその法律をもう冒頭で言ってるから。これはね、どの作品も大体です。後から面白くなってくるっていうのは、それはね、ワンピースみたいに何十年も通してやってやったら多分大きな波があるから、なんかだんだん面白くなっていったりするかもしれないけど、2時間で完結するとか、一つの本で完結するとかやったらもう法律は変わらないと。そうなんや。ドラマも一緒ってことは、例えばその30分のドラマ、1時間のドラマも。そう、ドラマ12編あるやん。一編見て思んなかったらもう見ない。なぜかというと、後の11編大体同じ法律だから。そっか。でもなんか僕映画館行ってそうなんできないな。できない。もったいないって思っちゃう。ほんま？でもそれで無理やり見てるその後の1時間50分の方がもったいなくない？確かに。後の1時間50分で他のことしてる方がよくない？確かにね。そう。なるほどね。だからそれ思い出したんですよ。見てて。そうだな。俺冒頭で判断してることは世界観で判断してるってことなんやと思って。そういうことか。じゃあめちゃくちゃ大事や。エンタメ作家からしたら。めっちゃ大事なのよ。映画においてもね。そうそうそう。でこれね、テーマパークも同じだと思った。ディズニーランドとか USJ とかまだ入る前にめっちゃワクワクするように作られてない？そうね。例えばディズニーランドとかやったらなんかもう花畑でミッキーとか作って、なんかようこそ感めっちゃ出して、今からもう異世界転生しますよみたいな。ありますね。曲もガンガン流すやん。パレードみたいな。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン大阪もね、駅降りてからその入園するまでのストリートも、そう、シティウォークみたいなのあるでしょ。ワクワクするね。ワクワクするやんあれ。そうなのよ。だからそういう風に冒頭が作られてるわけなんです。入り口大事。そうなんですよ。ちゃんとできてるんですよ、エンタメは。そう。で、だからクリエイティブにとって冒頭は侮れないというお話でした。いやこれは目から鱗です。面白いでしょ。面白いです。じゃあ次いきます。これ今から話すこと僕一番びっくりした。これは4つ目のキーワードですね。次。これはもう本当にこの本の要と言ってもいいと思う。私において。言います。伏線。伏線ね。これね、著者ね。
著者僕結構ひねくれてる人やなと思ってるんですけど、うん、著者はね伏線という言葉も大嫌いなんです。嫌いなんだ。はい、嫌いパート2出ました。嫌いなんです。それは嫌いだけどでも使わなしゃあないって思って使ってるみたいな。これね、うん、まあ例えば、うん、この小説は伏線をうまく回収できているとか、はい、コメントでよくありませんか？ありますあります。あそこはあれの伏線だったんだ。うんうん、すごいこの小説はとか言うじゃないですか。そこが肝ですよね。面白いと思うとこ。そう。うん。著者においてはそんなの意味ない。って言ってます。パート2意味ないパート2出ました。意味ないです。意味ないことないじゃない。でもこれが面白いんだから。意味あるやんって僕も思ったんですよ。伏線ででもって思ったんですけど、これはすごい。こっからがすごい。なぜなら小説自体が象徴的で影響力のある出来事、まあ小説あるじゃないですか。はい。象徴的で影響力のある出来事と象徴的で影響力のある出来事に対する伏線でしかできてないからってことなんです。難しい。ちょっと待って、もうちょっと分かりやすく言ってくれへん、こんちゃん。第二次世界大戦に対する小説があったとするじゃないですか。はい。そしたら書かれていることは、うん、小説に書かれていることすべては、うん、第二次世界大戦と、うん、第二次世界大戦に関わる伏線でしかないってことです。全部伏線だって言ってるの。第二次世界大戦の事実以外のものは全て伏線なんです。あ、そうなんだ。だから伏線がうまいとかないんです。全部伏線なんです。じゃあ僕ら間違えてこの伏線っていうのを使ってるんだ。そう。小説家はその2つしか書いてませんよって言ってるんです。あ、そう。うん。なんかその伏線って例えば12話あるところで、1話か2話冒頭のところで、なんかこのようわからん人がほらGTO とかわかりやすいじゃん。校内で掃除してる清掃員のおばちゃんが実は校長先生だったみたいな後からわかる。あれなんかこう伏線回収したような感じするんだけど。それって、掃除してるおばちゃんの時点で伏線を置いたってことよね。うん。これ、うん、それ以外も全部そうって言ってる。他の登場キャラクターも全部どっかで回収してんのよ。あ、確かに言われてみたらそうだね。回収してることしか書いてないって言ってる。全部。確かにそうだ。これね、例を出してて俺すごく面白いなって笑っちゃったんやけど、うん、つまり書くべきことだけ書いてあることが小説なんですよ。はい。これ歴史書に近いって言ってるんですね。はいはい。歴史書って年号書いてるじゃないですか。はい、1900何年、どこで誰が何したって書いてますよね。うん。これ例えば西郷隆盛が西南戦争に行ったって書いてるとするじゃないですか。はい。じゃあ西郷隆盛は朝の9時に起きて歯磨いて、トイレして奥さんと喋ってで庭ちょっと散歩して犬の散歩して西南戦争に行ったって書きますか？そんなこと細かくに書かないよね。で僕ちょっと小説を趣味で書いてみたことあるんですよ。はいはいはい。うまくないなって自分で思ったんですね。面白くないなって。うん、僕もしかしたら9時に起きて犬散歩してってことを、うん、いちいち無意識に書いてたんじゃないかと思わされたんですよ。意味のないこと書いてませんかってことなんですよ。必要のない情報を書いてたんだ。そう。うん、これ僕目から鱗だったんですよ。そう言われて初めて気づいた。そっか。うん。なんかカッコつけたいだけでこれ書いてないかとかいうそういうことなんですよ。この言い回しとかね。そう。うん、それって朝の9時に起きてってことを書いてるってことです。なるほど。読者からしたらすぐそれが分かるわけです。あれなんかつまらんなこの文章って思ってしまったわけです。なるほどね。だって関係ないから。全部癖なんですよ実は。うまく書かれてる小説は。そうなんのか。うん。はあ、はい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 。いやー僕も目から鱗でした。面白くないですか？面白い。それを意識して読んだらそれ意識して読んでるって言ってるんですよ著者も。じゃあ伏線回収がうまいっていうのは間違った使い方なんだ。そう全部伏線だから全部どこで回収してるかってことを多分見て読んでると思いますよこの著者は。バーって何気なく書いてこれ多分ここで後でこうなるんやろうなって思って
そまあでも確かにね、漫画のワンピースう。うん。も、伏線回収がすごいっていうコメントが大量なんですね。うん。あれも十何年続いてるじゃないですか。うん。で、確かに一番最初に、うん。このルフィを助けるためにシャンクスがうん。海に飛び込んでこの左腕がなくなっちゃったみたいな、うん。これ1話にあるんですけど、うん。で今なんとそれの本当の意味が分かろうとしてくるみたいな、うん。この伏線回収すごいみたいなネットで騒がれてるんですよね。うん。これも著者から言わしてみたら、いやいやそれ伏線の一つやからみたいな、全部それ以外も伏線やからってこと。だから書いてんのって話。腕切れた話、後から回収しようと思ってしか書いてないって言ってるんですよ。てか全部が。そうやね、全部がそうやね。そうだからうまいの何もないと。そうやって作ってるんやと。全ては。でもこれやっぱ計算されてるストーリーじゃないとこれないんじゃない？伏線って。めっちゃいい質問してくれたボンちゃん。びっくりすんで。この著者、プロット書いたことないです。もうあれ自分の頭の中にあるものをバーって書いてただけ？それも違う。どういうこと？なんか書いてしまう、書いてしまったことをいかに伏線にするかということだけで出来事そのものを構築していくらしいんですよ。なるほどね。はあ。だからシャンクス腕切れた、シャンクス食われて腕切れた、書いちゃったな。じゃあこの腕切れたんはなんでやっていうのは後から書かなあかんな。ああやって切れたってことにしたらおもろいなって書き足していってるわけです。はあ。書き足しだけでこの人小説書いてるんですよ。それって登場人物が増えれば増えるほど難しくなってくる、複雑になってくるよね。人間関係やったりとかいろいろ。それを全部回収しとったら書けちゃうんですよ。なるほどね。回収に回収を重ねていったら、一編の小説になるんです。確かにそれ全部伏線になるもんね。そう。それが成立する時点でこの私の言ってることは確かなんじゃないかって言ってるんですよ。だから伏線とそれに対する出来事でしか構成されてないよって。なるほど。これめちゃくちゃ面白くないですか？面白いね。ちょっと待ってよ。小説書けるの？ほらそうならへんそれだけ言われたら。いや浅はかな発言でしたけど、でもなんかそんな気になってくる。なってこうへんこれ、でもこれねこんちゃん、だから僕音楽に置き換えた場合に、これすごいわかるんですよ。なんかその2パターンあって、完成されたもの、頭の中で完成されたものを具現化するという作業と、もしくは、メロディーとかなんか一つのものから増やしていく、想像していくっていうパターンで、後者なんですよね伏線って。A メロでこのコード進行を使ったから、ラストのサビでも使おうかなと思ったりとか、でなんかこの結構このなんていうの、あるもので構築していくっていう考え、でそこから想像していくっていう考えは、すごい理解できるなと思った。間違ってるかな？いや後者の方なんですよってポンチ言ったけど、多分全部伏線やねん。あ、そうなの？たまたま考えついたことがこの人にとっての書いてしまったことだと思うな。それをフォローするためにずっと伏線を書いていってるっていう作業なんだ。ものづくり自体がそういうことなんじゃないかってことよね。イントロなんかこれええな、このイントロに続くAメロどうしようかなって考えるやん。それってここで作ってしまったものを回収するために A メロ作ってるよね。ずっと回収作業なんじゃない実は。クリエイティブって。まあ確かに。僕もよくなんかピアノ弾きながらサビの言葉なんとか出てくる時あるんですよ。で例えばついていきたいとかが出るとするじゃない。例えばね、ついていきたい、ああいいな、メロディーに合ってんなこのついていきたいっていうワード。ついていきたいってことは女の人がついていきたいって言ってるのかなってことは、なんかちょっと横暴なこっちのこと考えてくれない男子かな相手は。じゃあその切なさを A メロで書こうとか思うんですよ。これって回収してません？確かにね。回収の連続なんですよ、全てのクリエイティブは。はいはい。言われてそれが僕びっくりしたわけですだから。なるほどな。そうこの人すごくない？だからプロット作ったことないやって。面白いね。それで直木賞取っちゃうね。才能あるんだわ。体現してますよ。そうなんですよ。何が面白いのかっていうのは分かってるんやね。
まあそれはある。客観的にも主観的にも。それ次お話しします。そうですか。はい。で僕ね、この伏線であと1個だけ言わせてほしいのが、僕愛子さんのライブ行ったんですよ昔ね、歌手の愛子さんね。その時にあの人面白いコーナーやってるんですよ。なんかキーワード言ってって言って3つぐらい言ってもらって、それで即興で歌作るんです。僕も経験ありますよ。あります？コンサートスタッフで。これ、さっきで言う出来事だけ無理やり犯されて、それに対する伏線回収で1曲作ってるわけですよね。そうですよね。まさにこれがクリエイティブですよ。即興クリエイティブですね。そういうことですね。でもこれまさにこの伏線というのはそういうことを言ってるんだと、私は思い出しました。なるほど。みんなこれをしてるんです。クリエイティブは全て伏線回収なんだ。そう。それを理解してるからこそ愛子さんはオンタイムでそれができるわけですよ。理解してるわけです。この構造を。なるほど。これちょっと面白くないですか？面白いよね。これを言語化してくれたのが素晴らしいなと思ってね。はい。じゃあちょっと次ポンちゃんがさらっと言ってくれたキーワードに行きます。はい。視力。視力。見える力。はい。で、著者はですね、アイデアは発想力とオリジナリティとかよく言われますけれども、それは間違いじゃないかと言っています。否定してるってこと？はい。発想力はオリジナリティではないと。そんなのはないと。はい。アイデアとは、面白さを見つけ出す視力だと言ってるんですよ。なるほどね。これさっきのね、伏線にも似てるんですけど、これ多分ほんまのことじゃないかもしれないですけど、なんかこういう小話を書いてて、小説を書いていて、もう出発しんといかんって愛媛弁で書いたと。でそういうセリフが1個あった、小説を連載で出したと。そしたらそれを読んでくれた友達が連絡してきてくれて、愛媛弁って出発しんといかんとか言わへんでって言われたらしい。で、ごめん、これちょっと本物の話かどうか忘れた。これ空想で言ってるだけかもしれない、著者が。この話をね。で、間違えたと思って冷や汗が出たと。やばい、もう連載しちゃった。愛媛弁で間違えた愛媛弁を、やばいと。チャンスですって言うんですよ、著者が。それがチャンスだと。愛媛出身を偽っていたことにしたら面白くないですか？さっきの伏線や。っていうんです。なるほど。それが視力だって言うんですよ。それが面白いと認識する視力だって言うんですよ。面白いわ。そうでも、その次のまた逆境が出てきて、調べたら、しんといかんっていう方言がどこにもないと。日本に存在しない。やばい。いよいよ無理や。違うと。めちゃくちゃ面白いやんと。なぜなら、じゃあ何者かって話になりませんかってことですよ。それが SF 作家になったきっかけ？いやだからそういう考えやってことなんですよ。じゃあどこの誰やねん。日本人じゃないのかもとかいろいろ考えるわけですよ。そうですよね。宇宙人なのかとかね。宇宙人なのか。日本人を模倣して喋っただけなのか。っていう面白さが生まれるんじゃないですか。これを見つけることこそがアイディアなんじゃないですかって言ってるんですよ。なるほど。そう、オリジナリティとか類まれなる発想力とかじゃないって言うんですよ。今あることに面白さを見つけることがアイディアなんじゃないですかって言ってるんです。だからアイディアとは日常のインスピレーションを逃さないことじゃないかと。そういうことなんですよ。これもなんか昔の回でやりましたね。なんか似たようなことね。ちょっと忘れちゃったんですけど。そうですね。だから、常にアンテナを張っておくということなんですよね。それが視力だと。そう。トンボみたいに360度見えてたらいいわけですね。そういうことです。で、誰も何も気づかんそのことが、自分にとっては面白いことじゃんって思えることが視力だと。そういう視力を持っておこうと。なんか誰も気づかんようなすっげえ類まれなるおもろいアイデア考えなとかじゃないって言ってるんですね。日常にそんなヒントはいっぱいありますよってことなんですよ。これあれだ、思い出した。デザインの話だ。世界はこの、真ん中にこの線があって、
その自分というフィルターを通して世界を見てる。それはあれですよ。現代アートですよ。現代アートだ。うん、そう。あれに近いなと思った。その視点を変えることによって、それがまた意味が変わってくるっていうところで、この視力に通ずるんじゃないかな。そうだからその視力を鍛えるのが教養なんですよ。だから全部つながってきた。そういうことですよ。じゃあちょっとね、次行かしてください。はい。これ最後のキーワードです。はい。圧縮。いやもうまた分からん。いやこれもね面白い考え方やった。確かにと思わされた。これだから最適化っていうことじゃなくて、これはね、物理的な圧縮？著者曰く、人間が芸術に感動するのは、圧縮された作品、作品自体が圧縮されたものやと言ってるんですよ。その著者の考えが圧縮されたものが作品やと言ってるんですね。はいはいはい。で、回答プログラムを持ってるのは、それを観測する、だから読者であったりって言ってるんですね。で、その回答したときに、その圧縮ファイルをしたときに、その圧縮した側の、認知、人としての認知を感じることができるのに芸術の喜びがあるっていうんですよ。この人こういうつもりで作ったんかな。何これめっちゃ面白い。で、回答したときに出てくるその情報を楽しむことが芸術やって言ってるんですね。うまいこと説明しはるね。そうなの。圧縮ファイルを回答する側と圧縮する側なんですよ。作る側と見る側は。で、著者は AI はすごい性能進化してますけど、クリエイティブにおいてもね、私はそんなに悲観してないって言うんですよ。なぜかというと、AI は圧縮したけど、回答した先に人の認知がないからって言うんですよ。回答した時に、この人こういう人なのかなっていう認知がないからですよ。だから、なんぼ作るのがうまくなっても、その人の認知を圧縮しないと意味がないって言ってるんですね、著者は。人の認知ってその人の作家性を入れないと意味がないって言ってるんですよ。だから、ほんまにゴッホが描いた絵を飾るのと、その絵と全く同じ、描画をした AI の作品やったらどっち飾りたいですかってことですよ。だからそこにストーリーがあるかってことですね。人間として。なるほど。そう。それがないと、人は面白いと思わない。面白いというか、いい作品やと思わない節があるから、そんなに悲観しないって言ってるんですよ。AI はそれできないから。一方で、作者の圧縮情報が、今言ったみたいに読者の回答プログラムによって回答されますよね。そこで、回答プログラムによって異なる解釈を呼び起こすことを誤読というと。誤る。そう。読者の読。そう。読み手が書いたことと意図してない回答の仕方をする人たちが現れるわけですね。で、優れた作品はこの誤読を誘発する傾向にあるって著者は言うんです。つまり、自然と批評とか考察が生まれる作品ってことなんですね。それが良作なんじゃないかと。これはだから前回やった1984、アンディ・モリの。そういうことですよ。あれも誤読。あれは誤読というのか。回答プログラムが誤作動を起こすと、人によって。そうよね。これはこういうことなんじゃないか。あれは今茶の批評でしたもんね。そう。あれは一つの回答プログラム。でも人によっては違うかもしれない。こういうのを生み出すのが良作なんじゃないかと。確かにね。一つの回答プログラムで、全部が同じ回答プログラムで回答できるのは面白くないじゃないかと。言ってるんですね。で、ここ大事。この誤読を起こす鍵は、誰の人生にもあるが、小説においてはね、誰の人生にもあるが、言語化されていない体験じゃないかと。それを書くことが、本来の作品のポテンシャルを超えて重要されていく作品じゃないかと、著者は定義してます。だから、1984にしてみたら、置き換えると、その少年時代のその確かにあった思い出を、なんかみんなそんなうまく言語ができてなかったけど、ああいうポートレート手法とか、ああいうのをいろいろ書いて、情報量を与えすぎず書くことによって、みんなが自分自身の
回答ファイルで、でも自分自身の確かにあった小学生時代を想起させるっていう、体験だから作品のポテンシャルを超えて重要されていってるっていうことですよね。だからつまりそれがいい作品だと。それを目指したらいいんじゃないかと、著者は言ってるわけです。なるほどね。はあ、なんか一個ちょっとひらめきがあったんですけど、曲もそうですけど小説も、その仕組みを、今言ったみたいなことを理解したとして、で全部紐解いていくんですよね。この、言ったら分解していって、数式みたいなものを出すじゃないですか、方程式みたいな、そこに自分の言葉を入れていくと、名作やったり名曲が生まれるんじゃないかなって思ったんですけど。できないんですよ。これはできないんだ。同じ方程式で言ったらもうエンタメ性、爆発的なエンタメ性を持ってる名作と言われているものの真似事でもこれは名作にはできないんだ。小説読んで小説を作らないでくださいと著者はおっしゃってましたね。ああ、そう。それ回答プログラム開けてもその小説のなんか薄まったやつしか入ってないってことなんでね。飛躍がないってことなんだ。そっか。だってすでにあんねんから。それって誰の人生にもあるが言語化されていない体験じゃないやん。その後者の言語化されていない体験じゃないやん。だってそれあんねんから理解なんですよ。そうだね。じゃなくて誰にでもあるかもしれないけどまだ誰も言ってくれてないのが大事っつってるんですよ。でこれを私もう少し具体的に説明したいんですけど、それはその次のまとめで言わせていただきます。でつまりちょっと小説とはどういうことかというと知らない誰かやけど、それが誰に届くかということをできるだけ意識して、コミュニケーションとして最適化された文章で届けるのが小説だと、まとめておられました。これラジオの一人パーソナリティの人もそうですよね。誰に向けて喋ってるのかわからない不特定多数に喋ってるのも、あれもなんか似たような感じですよね。そうだよね。だからあれも体裁整えてません？綺麗な言葉で喋ってるでしょ。そうで限られた尺で必要な情報量を与えるっていうところで、これがまあ小説だけでなく何においても大事だということですね。じゃあまとめいきます。今言った誰の人生にでもあるが言語化されていない体験っていうのはですね、これは全ての創作にも言えることではないかと思います。そうですね。音楽であれば誰の人生にでもあるが音楽にまだされていない体験ってことですよね。でつまり私が言いたかったのはこれはね言い換えると新しい視点だと、人に新しい視点を与えるのがいい作品だと、いうことなんじゃないかと思ってます。なるほど。そうでこの新しい視点というのはさっき言ったみたいに類いまれなる発想力とかではなく、日常のインスピレーションとかもしくは思考学におけるアナロジーありましたよね。類推、によって生み出されるものじゃないかと。で小説を作るにしても何を作るにしても日常のヒントを見つけるさっき言った視力を養うことが大事だと。そうですよね。だから新しい視点を作りたい。新しい視点を見つけるための視力を養いたい。でそれのために日頃から旅、人、本、さまざまなものに触れて教養を身につけていくことでインスピレーションの種を増やしていくことが できるんじゃないかと。伏線全部回収したね今までの回の。学びましたから学びましたから、なるほどね。過去の回ね見てもらったらより理解してもらえると思うんですけど、僕もその知識があったからこそ、すごく理解できました。本当ですか？で、自分の仕事にも活かせれるなってやっぱ思いましたね。だからやっぱいい本って結構言ってることに似てんのよ。似てますね。でこれからはだから AI がクリエイティブに参加してきてるんで、よりオリジナリティっていうところだったりとかその著者もおっしゃってましたけど、やっぱりこう人間にしか出せない人間味みたいなところっていうのが僕も音楽やってると音楽を聴くのは当然なんですけど、やっぱね本、いや映画とか、そういった未知の知識、
これが大事になってくるなと思うんですよ。そうだよね。そのジャンルを作りたかったら、そのジャンル以外のものから学ぶことが多いよね。めちゃくちゃ多い。なんだったら料理とかでも学べますしね。いや、そう、もちろんそう。味付けどうしようかなって考える考える力を養うだったりとかね。いや本当にいろんなジャンルから学ばせてもらってますね。ね、そうなのよ。面白いね。そこが面白いよね。いや面白かったっす。そうで、この本はね、最後にまた小説載せてくれてるんですよ、短編。あら。このために多分書き下ろしたのかな。粋だね。そうで、この内容が粋なのが、その小説の内容は、小説家が結構頭が固い老舗の小説家が、編集者に、多分若い編集者とのやり取りから、でなんか今までみたいに難しい小説書いたら、全然分かりにくいって突き返されて、よくある話ね。それでじゃあ著者はどういう風に読めばいいのかなと思って、また書いたら、いやそれ分かりやすすぎて思んないとか言われて、それを試行錯誤している小説を最後に書いてるんですよ。面白いね。つまりここの本で言った内容をおのずとその主人公が試行錯誤してるっていう洒落た小説最後に載せてるんです。めっちゃ洒落てません？洒落てますね。そうなのよ。だこの本ね、その小説も最後面白いんで、ぜひ読んでほしいですね。めっちゃ面白い。いいね。なんかちょっと小説書きたくなってきたね。ねえ、これですよ。そう思わせる時点ってすごいですよ、これは。そうで、だから今お伝えしたこの内容のね、ことをアナロジーとしてですね、類推して、クリエイティブや日常に生かしていきましょうという話です。やっていきましょう。いやこれはなんかできる気がしますね。僕もおのずと知ってることが多かったですけど、こういうふうに言語化していただくとやっぱりより頭に入りますね。いやそう言語化がうまいね。そうだって、言語化するための小説思考ですから、この人は言語化のプロですよ、小説家は。いや言葉をよく理解されてる。素晴らしい。そうなんですよ。だから皆さんもね、ちょっとこの動画を見ていただいた人はクリエイティブだけじゃなくて日常生活のね、そういう考え方を生かしていけたら面白いなと思います。はい。今日はありがとうございました。はい。またね。またね。チャンネル登録よろしくね。